皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊一です。今回もですね、将棋オーズで実況対局の方やっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回もね、10分切れ負けで音声をね、加藤一二三九段に設定してあります。あなたが先手です。はい、私先手で相手2段の方ですね。対局開始、はい、ではいきます。どうしましょう。ちょっと今回振り飛車行ってみます。居飛車がね続いてるような印象もあるので、どうしましょうかね。では7八銀と上がって、ちょっとあれですかね、藤井システムのような形でいってみますかね。まあ飛車を6八飛車と回りまして、で、1六歩とね、このね王様を、囲うより先にこう端歩の打診をするのが、藤井システムと言われる形ですね。今3八銀と、これでね、相手の駒組み次第では王様を居玉のままね速攻してしまおうという含みです。これで一回王様上がりましょうかね。でここで相手の方が、この辺りからね作戦の岐路を迎えます。これ王様引く手もあるんですが、もうちょっと金を上がって、じゃあ頑張ってみましょう。これ3九玉とね引けば、無難な手なんですけれども、王様をね4八に置いたまま、場合によってはね、この7四歩で、この7四歩でかなり、相手の方がね急戦模様に来る可能性が出てきましたので、王様を移動させます。ギリギリまでね王様の囲いの手をね、後ろ回しにしまして、なんていうんですかね、もう警戒するという意味ですね。で7三桂ですが、これ場合によってはね6五桂という奇襲的なね手があるんですよね。それももしかしたらやってくれるかもしれない。それ一応考えておいた方がいいですね。6五桂から飛車先をね、破ってしまおうという。飛車引いとこうかな。これはですね6五桂に対しては5九角と引いて対応しようということです。ちょっとね今口頭になってしまったんで、これはね、ぜひ解説編の方でやりたいと思います。私の方もこれで美濃囲いに入って、6九飛車は簡単に言うと相手の方のね速攻を防いだ手になります。5筋位取りですね。はい、5五歩と取ってきました。私の方はじゃあ、美濃囲いをね進展させていきます。この9八香は、後々ね角の利きが通ってきますので、その時をね防いだ手ですね。で6四歩ですが、さあどうしましょうかね。角を引く手もある、角を引いとく手もあるとこですね。どうしようかな。同歩同桂、もうちょっとね、一回このついてみますか。様子見の手ですね。相手向けてきました。4七金と上がってしまう手もあるし、5九角引いとくような手もあります。5九角引いてますか。これ早めにね、6五歩同同桂という手を嫌った形ですね。飛車を浮いてきました。なるほど。どうしようかな。飛車寄るとどうなるんだろう。6五歩で引いて、難しいですね。美濃囲い完成させますか。高美濃囲い、これはね自然な手です。高美濃を完成させて駒組みを発展させた手ですね。銀上がってきました。さあどうしますかね。角をこう2六に出る味を残して、指す指し方もあるので、2六とつくかつかないか結構迷うところなんですよね。銀上がりね、飛車寄るとついて、同歩ついてどうなってるかな。これね7九飛車と寄る手をねできれば通したいっていうのが本音なんですよね。ただちょっと7九飛車瞬間が怖いので動かれるかなというところです。こういってきますか。この歩交換してきますかね。これは微妙ですよね。一歩持とうということですね。で同銀と取りまして、これはね、5五歩と打たれると積極的ですね。5五歩と打つ手もあったと思うんですけれども、強くね相手の方も攻めてきました。これは同歩で私も取りましょう。高くなってくるかな。さあどうなってるかですね。難しい勝負です。そうですね、こうなってきて、でですね、どうするか。角をぶつけますか。これがね振り飛車の手筋ですね。角を並べるんですけれども、この時に香車を上がっているんで香車を取られないということですね。はい、これもし香車上がったりと9九角ないとねもう先に共存しちゃうんで、それで角ぶつけてもね香車1枚やはり損してしまうんでね。でこれで今角交換になりまして、次にね6六角とここに角を打つと飛車と香の両取りがあるので、そうですねその手を狙ってるんでね、私のも辛抱しがいがある局面ですね。これどうしようかな。飛車浮く手もありますね。寄る手が自然なんですけど、浮いてしまって角取りで、角を移動させて角を打つっていう手があります。そっちの方がいいかな。寄る手もありますね。どっちがいいかな。
まあ浮いちゃいますか。これはね寄った方が飛車はいじめられにくいんですけど、これ角取りにね催促して、まあ5九飛車ですと角取りじゃないんで、まあ、相手の方にまた違うね6六角を防がれてしまう可能性があったんですが、まあ、これ飛車でね角取りになっているので、角を逃げれば6六に角を打とうという、そうですね、こう逃げた時に角を打とうと、これがね狙いの一手なんですよね。ちょうどこう飛車が8四でいることを咎めている手です。でこの香車取れるのはやっぱ大きいんですよね。王様の、居飛車のね王様の近くなので、はい、これで香車を取って少し優勢になりましたかね。はい、香車やっぱ取れるのはね大きいんですよ。玉側のねこちらの9一の方のね香車じゃなくて、ね、玉側の香車なので、はい、で馬を引かれましたね。さあどうしましょうかね。ここら辺からですね。まあ馬でねこの桂に紐ついてるんですけど、馬がいなくなるとこの桂取られちゃうんで、そこだけですね気をつけないといけないのは。まあ紐をつけといてじっと放っとくような手もありますね。手堅くね。ただそれだと香取られちゃうのか難しい。さあどうしましょう。2六香という手もありますね。これ形なんで打ってみますか。これねここに香車打つのがね、形なんですね。ここ香車を取った時にここに香車を打つ形って船囲いをね攻略する、まあ、急所の形なんで、ぜひね覚えていただきたいですね。まあ、これ放っとくと2三香成同玉2一馬という感じで、さらにね後手の王様にダメージを与えることができます。まあ、ですので、まあ、4二金とかそうですね3一金とかやって受けてくるんですが、これいつでもね2三香になるような形ができたので、相手の王様をね弱体化させたということですね。ただ指し方はここでの指し方はね難しいですね。まだ容易じゃないですね。ただこちら側が弱まったので、打って銀出てで、いやどうしようかな。いやむずいですね。難しいですね。こう受けとく手もあるんですよね。これねこうつく、まあこう伸ばしてみますか。これはですね今金が寄ってこちら側が薄くなったので、後手玉のね右側が薄くなったので今度飛車を使おうってことですね。ここ左右香車と飛車とね、左右でこう揺さぶりをかけて、まあ相手陣を破ろうということです。はい。ただまあ簡単ではないですね。まだね相手の方がすぐ詰むような状況ではないので、そうですねこれ一番嫌な手なんですよ。これね馬が引き止まって手狙ってるんで、さあここでどうするかなんですね。分岐点なんですよ。さて銀のね同銀と取るか、同銀取ると桂取ってね、それ取ってこうなってどうなるかですね。同銀で攻め込んじゃいますか。踏み込んでね、4五銀もあるんですけどね、4五銀とどっちかこれね7七馬と取ると結構、ね、激しいことになるんですよね。はい、そしてこれで銀を取っちゃって、これ馬としてはどっちもね取られる形なんですが、まあこれでねどんどん破ってまあもうちょっと丁寧なね指し方もあったかもしれませんけど、一番もうちょっと分かりやすくね指しています。まあこれで同銀ですとねこの7七の馬をこの馬で取れるんですね。こう効いてるんでね。で、こう1一馬がね一番多分粘り強いんですけど、その時6三歩成と6筋を破ってしまおうということですね。はい。でまあ2六にね一発香車を打っているので、この馬を仮に取られても、まあ、こちら側ね一応こう睨んでるような感じがあるので、その2六香一発がね結構効いてるという判断ですね。はい。でまあ何しろこのね高美濃囲いが美しいですね。飛車の方取ってきましたね。はい、これもあるとは思うんですけど、これだとこうなって、まあ、飛車に取られてもね強いっていうのがまあかなり、私の方としてはね強みですね。これは振り飛車の結構ペースですよね。今度美濃囲いがこう高美濃がすごくしっかりしていて、まあ、飛車を取られてもね先にこう銀とと金馬と香車でこう、まあ、強撃態勢ですね。こうと金と馬と2六の香、そしてもちろん金銀と持ってますから、まあ、飛車を取られてもね、攻め手に困らないんですよね。金上がりました。そうですね、なんとかもう食い止めようということですけど、ここは何か決め手がありそうですね。どうするのがいいかな。まあ花銀を打っとくってもある。まあすぐ詰むような手があればですけどね。銀を縛っておきますか。ね、これね玉をそうですね、玉の腹から銀を打てということで、まあ、3三にね逃げる道があったのでそこに逃がさないという手ですね。はい。まあ馬と繰り返しなんですけど、馬とと金と銀上に香というこう周りにねまあ包み込むような、形で寄せるっていうのが、まあ、攻めのポイントですね。コツですね。この将棋は私の感想でした。感想でしたね。はい、ありがとうございました。はい、
いかがだったでしょうか。私の試験飛車でね、藤井システムから居飛車穴熊をねどんどんこう攻めていってみようかななんて思ってたんですけれども、相手の方が急戦策でね来られたことでね、高美濃に構えてという、戦いになりました。5筋位取りのね急戦っていうのは、以前ねほんと昭和の時代から指されてましてね、歴史が深い急戦策なんですけども、現状で少しずつねちょっと少なくなりつつある作戦でもあるんですよね。ただ別に戦法がね悪いわけというわけではないので、そちらの方もね変化を含めて解説編の方で解説できればなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。